ザ・キー・オブ・ノーレッジ・インフィニティ。今回はミッキーよしのソロワークスを語るということで、ミッキーさんのソロアルバム、そして映画をはじめとするさまざまな作品への、提供音楽についてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。最初にその音楽で、例えばギャランティーをもらうプロとして、音楽作品を何らか提供するっていうところのその目覚めみたいなところをまず伺ってもよろしいでしょうか。そうですね。それはちょうど、中2か中3だと思うんですけどね、一番覚えてるのは、中学校3年生の頃、やっぱり米軍、横浜の場合、横須賀とか座間とか厚木とかいろんな米軍の基地があったんで、そういうとこでこうバンドで仕事が入って、という、そこから始まりですね。その前にも、おじの、仲間のバンドとか、手伝いにダンスホール行ったりとか、そんなことありましたが。やっぱりその人前で音楽を演奏したり、もしくはそのご自身が書かれたスコアを誰か別の方がプレイするっていうのは、こうことさらの喜びをじゃあその頃から感じるわけですよね。そうですね。でもその頃は要するにFEN 知ってますよね。はい、FEN のトップ40のそれを気に入った曲を選んでそれを演奏していくっていう。基本はなんて言うんだろうな。米軍の将校クラブとか、それからEM クラブとかよくそういうふうに言ったんですけど、そういう、当時まだベトナム戦争がすごい盛んな頃ですから。そこでこう踊らす音楽、やっぱりそこが中心だったですね。で乗って踊ってくんないとクビになっちゃうんですよ、バンドだから。ビートも鍛えられるし、そのエモーショナルな部分も表現っていうものに関してはね、やっぱりそれでこうバンドの価値が決まっていっちゃう、そういう世界だったんですよね。もうそれこそ70年代からさまざまなそのテレビドラマであり映画であり音楽の提供をこれまでにされてこられてます。もちろん近年もされていらっしゃいますけども、そもそもいわゆるその劇版というかサウンドトラックみたいな音楽性の、そのミッキーさんにとって例えば影響を受けたルーツとか、この方の映画音楽は良かったなみたいな、ご自身が10代20代の頃に感銘を受けられたアーティストっていうとどなたが上がりますかね。やっぱり例えばフランスだったらフランシス・レイ、彼の音楽はやっぱり印象的だったですね。ちょうど60年代後半にその個人教授とか、さらば夏の日とか、なんかああいう音楽がやたらこう入ってきましたね、自分の中に。で70年代入るとバーンスタインとかデイブ・グルーシンなんかも結構好きだったし、やっぱりあの頃のまたアメリカの映画もかなりこうクインシー・ジョーンズはじめこうちょっとこうなんていうんですかね、ジャズとそれからもうファンクと全部がこう混ざってきた時代じゃないですか、70年代。やっぱりそこがすごい影響されたような気がしますね。当時のそのテレビ音楽のサウンドトラックっていうのはどういうやり取りで、音楽の制作に入られたんでしょう。台本をいただくんですけど、それでそこから、本当に音楽当時ね、あんまり音楽に詳しい演出家の方ってそれほどいなかったんですよ。だからかなり相談されたり、ここに何か入れたいんだけどどうかとか、そういう感じだったですね。でも音楽本当に好きな演出家あるいは監督の場合は、ここはこれ入れてもらいたいっていうのははっきり言ってきたんで。で、まだまだその当時はね、メロディー中心なんですね、日本の劇版っていうのは。70年代は。それこそ映画でいうと大林監督や矢口監督ね、さまざまな監督さんともご一緒されてきてますけど、こういった方々とのその映画音楽での思い出というと今思い返されて印象深く残っていらっしゃるところっていうのは。印象深いのはやっぱり大林監督かな。大林さんとは、映画で言えばハウスやったり、それから、
テレビドラマでは山口百恵さんの「人はそれをスキャンダル」とか、はい、あとコマーシャルも結構一緒にやったんですけど、大林さんの場合はね、先に全部音楽作れって言うんですよ、必ず。それすごいですね。いや、そうそう。だから最初台本で一応打ち合わせはするんですが、そこからこう、まず曲書いてくれと。それでビートとかいろいろ決めて、それを聴きながら、それをどんどんかけて、それで撮影していくという。で、全くそれの真逆が矢口監督ですね。全部撮ってから音楽をつけるという。例えば効果音もこう気にするんですよ、すごく。別にそこの映像の中に蛇口が映ってなくても、蛇口から落ちてくる滴る水の音が欲しいとか、ただそういう話をこう細かくこう普通の会話の中で話してて、やっぱりその監督が何がいいかっていう、やっぱりそこで、やる以上、この人が一体どんな考えをしてるのか、そこが一番ポイントだったですね。そして一方、今回はソロワークスということで、もちろんソロアルバムについても触れていきたいんですけども、本格的には一度ゴダイゴが解散された後のやっぱり80年代からだと思うんですけども、ソロワークに移っていくまでのその何でしょう、モチベーションの経緯みたいなところでね、今思い返していただくと、やっぱりそのソロワークっていうのは、僕の場合ね、なんて言うんだろうな、自分で書くっていうのがよっぽどじゃないと、そのオリジナルを書くっていうことにあまり興味なかったみたいですね。よっぽどなんかこう世の中があんまり良くないなと思った時に作ってみたいなとか、だから自分で必要性を感じた時にやっぱりそのソロで書いたと。でしかも劇版とかはもちろんメロディーとこう基本的にはこうコンポジションじゃないですか、単純に。でもやっぱり自分でこういろいろ世の中なんでみんなここで、もっとみんな心にふるさと持った方がいいなとかさ、そんなことを考える時期もあるじゃないですか、世の中がすさんでくると。でもとりあえず自分で全部書いて、詩も曲も書いて歌ってで全部やってみたかったんですよ。だからそんなのはありますよね。それがちょうどやったのがやっぱりその80年代の終わりぐらいからかな。そう、アルバムによってサウンドがとてもシルキーだったりナイーブだったり、作風それぞれやっぱカラフルなんですよね。完成品としてやっぱり作ってないんですよね。だから西遊記の中でも昔作った曲いっぱい入ってるのはそういうことなんですよね。だから作りたい時に作ってて、これが合うなと思ったらそれを持ってきたりとか、そういうのいっぱいあるんですよね。でよくだからね言われたんですよ。ミッキーのやりたいこと分かんないって。いやそれ説明するの簡単だったんだけど、いややりたいことやってるだけだからって言うんだよね。究極の完成形みたいな形で区切っているわけではないからこそ、楽曲それぞれが僕が伸びしろっていうのちょっと僭越ですけど、塗りしろというか伸びしろをやっぱり持っていらっしゃるんじゃないかなっていうのをすごい感じますね。そうですね。それとねそういう意味では五代音を作ろうとした時も別にオリジナルにこだわってなかったんだよね。今もオリジナルにこだわってないんですよ。その時この曲がいいっていうものを選べばいいだけだと思うんですよ。でそこにない時は作ればいいことだし、だそのくらい選曲っていうものは楽でいいはずなんだよね。だっていいと思うものを使えばいいし、だからそういう意味ではそこだけは商業的ではないですね。ミッキーさんの中で今のお話を伺ってあえてちょっとなんて言うんでしょうね、野暮な質問なんですけども、今だと気分的にミッキーさん自身はこのアルバム好きだなみたいなところで言うと、なんか挙げていただけるものありますか？いやそれはもちろんデッドエンドですよね今はね。それはやっぱりなんか本当に久しぶりにこう一人で作ってなくて仲間を得て作ったという、そこが音楽の一番大事なところで、やっぱり亀田さんを中心にこうみんな集まって一つのものを作ってて、やっぱりあれがこれからの一番大事な作り方かなと思いますね。
エグザイル小吉さんとの君はバラより美しい、ガラリと変わったビートになりましたね。そうですね。これはまあカメラさんがこういいとこをこう見つけてくれたと思うんですけど、やっぱり彼の正吉さんのなんて言うんだろう、こう結構華麗で華やかじゃないですか。にぴったりだよね。すごい新鮮に感じましたね。で、やっぱりさすがカメラさんだなと思ったのが、頭の入りがこうちょうど僕のキーボードとそこに彼がこう歌でバラードっぽく書いてる。まあ良かったですね。例えばデッドエンドと違うのはもっとこれはもうこうポップじゃないですか。ポップというかなんか全然違うステージの感じするでしょ。僕は自分の人生の中でやっぱりゴールデンカップスっていうのは超このアンダーグラウンドの中からこう反体制からあるグループで、五大悟っていうのはもう本当に文科省推薦ぐらいの感じのバンドじゃないですか。この幅っていうのがやっぱり僕の自分の幅じゃないかな。だからやっぱり僕にはやっぱり音楽家としては一切の否定はないんですよね。だから全部こう一緒にこうできることは一緒にやりたいし、まあそんなとこかな。まあ、コロナ禍もちょっとまだ続いている中ですが、今どういったモチベーションで、どういった音楽を想像していきたいなみたいな姿勢みたいなところを伺ってもよろしいですか？僕だけじゃなくてたくさんのこうパフォーマーというかみんなそうだと思うんですけど、誰かに求められて発揮できるんですよ。だから僕なんかもそうだから、やっぱりこう一つもなんかこう提示して、いやこういうもん聞きたいんだよ、ああいうもん聞きたいんだとか、そういうふうに言ってくれることが僕をどんどん持ち上げてくれるんで、だからやっぱり結局そこに頼るわけではないけど、やっぱそこを一番大事にしたいですよね。だからカメラさんとも話してて、このアレンジはねやっぱり昔の感じを出した方がいいですねとかカメラさん言うんですよ。だからそれそうかと思って、で僕なんかはもうやりたい方に行っちゃうから、するとカメラさんが「メロディー変えないでくださいよね」とか言われちゃうんだよね。やりたいことだけをいつもやってきたミッキー吉野の音楽であり、でもとは言ってソロと言っても決して一人きりではなくて、いつもいろんな人との結局コミュニケーションだったりコール&レスポンスの中で生まれてきた音楽ですね。そうですね、やっぱりそこでしょうね。だからやっぱりかっこいいとかダサいだけで聞かれちゃうとこう理解できないんじゃないかな、僕なんかの場合。まあ超ダサいも OK だし超かっこいいも OK みたいな、やっぱりそういう世界だと思うんですよね。2021年度これからのコーヒープロジェクトも楽しみにしています。そうですね、ぜひぜひお願いします。次回はワークスミッキー吉野スタジオバンドワークスを語るについて伺います。